では、UTF is coming to MRuby/C というタイトルで、今泉が話します。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介をさせてください。今泉と申します。文字コードが好きです。大好きです。で、最近 IRB とリラインのコミッターになりました。で、英和システムマネジメントという会社でRailsを書いてお仕事をしています。今回の登壇では資料作りのための時間や交通費など会社にサポートしてもらいました。私たちは Ruby コミュニティと一緒に成長していきたいエンジニアを絶賛募集しています。興味があればお声掛けください。で、私たちの仲間のコイックも、2日目の13時半から14時、ちょうどこのホールですね、ここで発表があります。ぜひチェックしてみてください。今回、私たちはコーヒーハウススポンサーという形で Ruby 会議応援させていただいています。ぜひ、配られたフードバウチャーを使ってみてください。で、さらにありまして、今回、Ruby メソッドカルタというものを作りました。社内のメンバーでメソッドを選んで、50種類のカルタを作りました。かなりマニアックで面白くて難しいものになっていると思いますので、ぜひ英和メンバーに声をかけてこれもらっていってください。では早速なんですが、一つ質問があります。皆さんは UTF-8 使ったことはありますか？使ったことあるよっていう方はちょっと手を挙げて教えてください。あ、よかった。ほとんどの人がありますね。で、今私から見るとほとんどの人が手を挙げてたんですけど、 UTF-8 っていうのはデファクトスタンダードになっている文字コードです。W3TEX っていうサイトによると 97.9% のサイトで UTF-8 が使われています。また多くのプログラミング言語で UTF-8 をサポートされています。 Ruby や Python、Rust、C++、PHP、Java などですね。で、こんな UTF-8 なんですが、改めてどういう仕様なのかっていうと、簡単に言うと、ユニコードの符号化方式の一つです。8ビット UCS トランスフォーメーションフォーマットの略で UTF-8 と言います。特徴は可変調であることで、ASCII と互換性があり、1バイトから4バイトの長さを取ります。で、こんな UTF-8 を今 MRuby/C に実装しています。MRuby/C っていうのは軽量の Ruby 実装の言語です。で、UTF-8 を実装するって言っても、それって何をするのとか、どういうことになるのっていうのちょっと気になるかなと思うんですけど、実装する前、例えば、宝石の絵文字に対してサイズを打つと、これ1が返ってきてほしいと思うんですよ。なんですけど、叩くと4が返ってきます。これは MRuby/C のストリングが特にエンコーディングとかなくてバイト列だからですね。宝石の絵文字は4バイトあるので4が返ってきています。で、同じように、文字に対してユニコードのコードポイントとかを返してくれる OLD っていうメソッドがあるんですけど、これは、UTF-8 対応している環境だと128142が返ってきます。なんですけど MRuby/C で叩くと240が返ってくるような状況です。同様に、Ruby ハートお城っていう絵文字をで、ハートの位置をインデックスで取りたいとすると、この場合インデックスなんで、2文字目は1になって1が返ってきてほしいんですが、実際には4が返ってきてしまうと。で、同様にスライスもハートが返ってきてほしいんですけど QF っていう謎の数字が返ってきてます。スライスびっくりも同様に QF が返ってくる。で、インサートの場合、ハートのところに、宝石の絵文字を入れたい、こうなってほしいんですけど、実際には宝石の絵文字は入るんですけど、なんか QD、A4 とか謎のバイト列が残っちゃってます。で、最後にインスペクトなんですけど、インスペクト、このエクスペクティッドに書いてあるように表示されてほしいんですけど、実行してみるとこんな感じでバイト列がずらっと返ってきてしまいます。で、私がやったことは、これらのメソッドを想定通り、Ruby で UTF-8 を扱うときと同じように返ってくることを実装しました。
というわけで、どうやってこれを実装していったかっていうのを話していこうと思います。で、このコードは MLBC のリポジトリのプルリクエストの191番で見ることができます。さて、先ほど軽く MLB/C について説明したんですけど、ここで改めて MLB/C について紹介します。MLB/C は MLB の異なる実装の一つです。で MLB は軽量な Ruby 実装で、主に組み込みや IoT 機器などに使われます。Ruby との互換性を重視していて、メモリの使用量は 400KB 程度です。でそれに対して MLB/C の特徴は、まず一つはメモリ使用量がすごく少ないこと。先ほど MLB は 400KB 程度とお伝えしたんですが、 MLB/C は 40KB 程度です。また、並列実行ができることが特徴です。この言語の主なターゲットとしては、ワンチップマイクロプロセッサーを持ったマイコンなどをターゲットにしています。実装は C でほとんど書かれていて、一部 Ruby で実装されている部分もあります。でここで、お伝えしておきたいのが、この MLB/C と MLB は別物です。MLB は、コンパイルまでを別の環境で行って VM だけを動作させるということができます。MLB/C はパーサーとコードジェネレーターの部分は MLB の実装をそのまま使用しています。VM だけが MLB/C 独自のコンパクトな実装になっていて、 MLB との互換性をある程度保ちつつ、マイコン向けの環境を提供しています。でこんな MLB/C ですが、どういったところで使われるかというと、例えばマイコンだったり IoT デバイスだったりっていうところは、MLB と変わらないんですが、例えば、工業用ミシンで MLB/C が使われて不良率を8割削減したというようなユースケースもありました。また、最近とてもホットな PR 系ファームウェアも MLB/C を使っています。で今まで私あまりマイコンの環境とかって触ったことなかったんですけど、なぜこの実装を始めたかというと、Ruby ワールドカンファレンスっていうものが島根で毎年開催されてるんですけど、そこで蓮見さんそこにいらっしゃるんですけど、ピコルビーの発表をしていたんですね。で UTF-8 サポートって書いてあるんですよ。でその後なんか話してたら UTF-8 対応やりませんかって言われて、この時代に UTF-8 対応をゼロからやることなんてほとんどないと思うんですよ。そんな機会逃すわけにはいかないと思って実装を進めています。で MLB/C に UTF-8 が入ったら何が嬉しいかというと、一番は PR 系ファームウェアで使えることじゃないかなと私は思っています。先日修吾さんが頑張って、C で UTF-8 の文字列を書いてビルドして PR 系ファームウェアに入れたりしてたんですけど、そういうのもいらず Ruby で UTF-8 書けるんじゃないかと思っています。またネットワークプログラミングやシェルなど、入出力があるような環境では UTF-8 は絶対使えた方がいいです。ということで、MLB/C に UTF-8 対応が入るのは良さそうと分かりました。では、最初にお伝えした、メソッドをどうやって実装していきましょうか。MLB/C のストリングは最初にちらっとお伝えしたようにただのバイト列です。なので、ABC のような普通の ASCII の文字は作ることはできますし、絵文字も作ることはできます。ではバイト列、ただのバイト列ってどういうことなのっていうと、文字コードの情報を持っていません。文字コードはバイト列につけるラベルのようなものです。それ自体は、バイト列に影響は及ぼさないです。変換の時や、文字コードが、バイナリに対して正しいかということをチェックするときに使われますが、バイト列はバイト列、文字コードはメタ情報のようなラベルのような情報です。なので例えばこんなバイト列があったとします。これだけでは何の文字なのか、どんなデータなのか、何を意味しているのかが分かりません。
なんですが、ここにこのバイト列は UTF-8 ですよっていう情報が加わることで、これは「あ」だというふうに分かるわけですね。なので、ストリングがバイト列です。でそのストリングに対して例えばサイズを打つと、最初にお伝えしたように、マルチバイトの文字はバイト列がそのまま返ってきてしまいます。なぜ11が返ってくるのかというと、これが11バイトあるからですね。例えば、宝石、ハート、お城の絵文字は11バイトあるので、Ruby で B とかするとこんなバイト列が返ってきます。でこのバイト列だけを得たときに、どうやってこれ3文字あるかって分かるんでしょうか。言い換えると、バイト列からこのバイト列には何文字ありますかっていうのはどうやって分かるのでしょうか。UTF-8 の場合は、最初の1ビットから5ビットのところに、この文字は何バイト分で1文字になりますっていう情報が入っています。1バイトの場合は、先頭1ビットが0、2バイトの場合は先頭3ビットが110、3バイトの場合は先頭4ビットが1110、4バイトの場合は先頭5ビットが1110です。で、1マシンオンゴーイングって書いてあるんですけど、例えば3バイトの文字の場合、1バイト目は1110っていうビット列から始まるんですけど、その後の2バイト目、3バイト目はこの10というビット列から始まります。試しに1から4バイトの文字を見てみましょう。A は ASCII なので、これ返ってきているのが7ビット分しかないんですけど、一番頭に0をつければこれで、1バイト目は0ですと。次に A に、発音記号がついたマークを見てみましょう。2バイトなので、最初の1バイト目は先頭3ビットが110から始まっています。2バイト目は、継続中なので10から始まっています。同様に、あという3バイト文字についても見てみましょう。1バイト目は1110から始まっています。そして2バイト目、3バイト目は10から始まっています。4バイト文字についても同様です。最初の1文字が11110というビット列で始まっていて、残りは10から始まっています。この情報があれば、バイト列から何文字あるかっていうことを出せそうです。では実装していきます。ここではまず Ruby で書いてみました。each バイトで各バイトを取って、そのバイトに対して AND でビット演算をかけてマッチングをかけています。でこのように各ビットに対して演算することで、どこで何文字あるかっていうのが分かります。C で書くとこのようになります。ほとんど Ruby と同じですね。でここまで書けると mruby/c の関数にサイズを追加することができます。ここで、mruby_use_utf8 というビルドオプションを追加しているんですが、ここで、このオプションが有効な時だけ UTF-8 の文字列を使うようにしています。そうでなければ、今まで通りバイト列を使います。で、このビルドオプションがある時だけ UTF-8 の数え方をします。これですね。でそうすることでサイズが動くようになります。このように、1バイトから4バイトの文字が混じっていても正確に、サイズを出すことができています。でこれと同様にバイト列を見て文字数に直すとか、文字数を見てバイト列に直すっていうことをしていくことで UTF-8 を実装できます。
ここで、UTF-8 のサポート状況が MRB/C でどうなっているか、今の自分の実装状況をお伝えしますと、このメソッドたち、ストリングのメソッドなんですが、これらは実装がいりませんでした。というのも、そもそも文字数とかを扱わなかったり、バイトとバイトのマッチングでうまくいったりっていうことがあって、これらは特に実装しなくてもうまく動いています。で、こちらが実装が必要だったメソッドです。インプリメンテッドのところは実装済みで、インデックス、サイズ、スライスびっくり、インサート、インスペクト、オルドです。で、まだちょっと実装ができていないのがアペンド、TR びっくり、CHR、イキャラクター、スプリットです。で、これ分類することができて、まず1つ目が文字数を扱わないといけないメソッドです。文字数っていうのはバイト列には特に存在しない概念なので、そこを実装してあげる必要があります。またユニコードのコードポイントを扱うようなメソッドではそれも実装する必要があります。で、インスペクト ASCII しか対応していなかったので UTF-8 対応させたところと、あと多機能すぎてちょっと後回しにしているもの、あと CI で UTF-8 の文字列を入れたら SEG4 したものなどがあります。ここまで、UTF-8 の文字列をユニコードコードポイントで数えるっていう前提で話してきたんですけど、実はユニコードには文字の数え方ってもう一種類あって、それがグラフィムクラスターズです。ユニコードコードポイントはユニコードの名前空間全体をで、1位になるように値が割り振られていて、0から 10FFFF まで使えます。で、今ユニコードに存在する文字は15万文字ぐらいなので、まだまだ余裕があります。対してグラフィムクラスターズ、日本語では初期素クラスターとか言ったりするんですけど、これは目に見える文字を1文字とした時の単位です。どういうことかというと、この黒猫の絵文字、実はこの絵文字って猫の絵文字とゼロウィズジョイナーっていう見えない絵文字と、そして、黒い四角が3つ合わさって1文字に見えています。見えてるだけでバイト数ユニコードコードポイントとしては3つあります。なのでサイズをすると3が返ってきて、これは正しい挙動です。なんですけど、例えばリライン IRB のようにカーソル位置を計算したい時って、このサイズの3が返ってくると3文字分みたいに見えて、ちょっとカーソル位置の計算に困ります。そういう時に目に見える文字と幅を一致させたいとか、そういったユースケースでこのグラフィムクラスターズを使うことができます。で、グラフィムクラスターズを使うと1が返ってきます。このユニコードコードポイントとグラフィムクラスターズ、どちらを文字数カウントに使うかっていうところなんですが、コードポイントの方が1バイトから4バイトなんで可変調とはいえ扱いやすいです。グラフィムクラスターズはものによってはずっと連なってしまうので、あんまり扱いやすくはないです。また Ruby ではグラフィムクラスターズ使うと結構遅くなります。これ IRB のメジャーコマンド、このコマンドを覚えて帰ってください。結構便利です。メジャーコマンドっていうのがあるんですけど、黒猫の絵文字を100万個作ってサイズとグラフィムクラスターズサイズで実行速度を比較してみました。サイズだと 0.003 秒、グラフィムクラスターズだと 0.4 秒ぐらいかかりました。ただ、グラフィムクラスターズはアレイを返すので、そもそもサイズとアレイを返すメソッドでは実行速度が違うのは差もありなんという感じなんですけど、今のところこのグラフィムクラスターズ単位で返してくれるメソッドこれぐらいしかないので、今はこれができる範囲です。ということで、これらの文字コード文字をカウントしなければならない文字について見てきました。で、実装するメソッドはインデックス、サイズ、スライス、インサートです。で、これらの文字に対しては文字数をバイト数に直したり、バイト数を文字数に直したりすることで正しく動くようになります。例えばストリングインデックスを実装してみましょう。これはハートのところのインデックスを返してほしいので、本来は1が返ってきてほしいんですけど4が返ってきます。では、先ほどの宝石、ハート、白の絵文字のバイト列がこちらになります。で、こちらに対して
こんなバイト列があった時に何ができるかというと、文字がどこから始まっているのかっていうのがバイトの文字の先頭 N ビットを見ることで分かります。なので、F0 をビット演算すると、ここから4バイト分文字が続きますよっていうことが分かり、 E2 のところで次の文字が始まって次は3バイト、そして F0 でまた4バイト分文字が続きますっていうことが分かります。で先ほどのストリングインデックスは2文字目を返してほしかったんですが、4という文字が4が返ってきてました。でここで4って何が実は返ってきていたのかというと、このハートの絵文字1文字目2文字目のバイトの1が返ってきてました。なんですが、ここは文字数に直すと、文字数のインデックスに直すと1なんですよね。なのでへんてこの値が返ってきてたわけじゃなくて、ちゃんとバイトにした時に正しい値が返ってきてます。ということでこれを実装すると、インデックスで正しく文字数が返ってくることができます。同様にスライスも、MLBC use UTF-8 のところでやってるんですが、スライスは引数に長さを受け取ります。で、その長さをバイト数に変換して、その後はバイト列と同じように実行することで、文字数をバイト数にして正しく計算ができます。では次にユニコードコードポイントを扱うメソッドについて見ていきます。オルドと CHR とアペンドがあります。オルドは先頭の文字コード、先頭の文字の文字コードポイントを返すメソッドです。CHR はインテジャーのメソッドで、整数をコードポイントと解釈して文字を返すっていうメソッドです。アペンドはこれ普通はコンカットみたいな文字を追加するときに使うと思うんですけど、これ数値を渡すと数値をコードポイントとして解釈して追加してくれます。でストリングオルドは、先ほど説明したように最初の1文字だけのコードポイントを返します。でちょっと余談なんですけど、私は IRBRC にこんなストリングにおもむろにメソッドを生やして16進数の値がシュッと返ってくるようなものを書いたりしています。でここでユニコードコードポイントと UTF-8 の関係について説明したいと思います。ユニコードコードポイントはユニコードの文字を1位に定める値です。UTF-8 はそれをどんなバイト列に変換するかっていう方式なんですね。UTF-8 に限らず UTF-16、UTF-32 これらは全て符号化方式です。なので例えば3042っていう値があった時にそれをどうバイト列に変換するか、それが UTF-8 です。なので UTF-8 とユニコードコードポイントは1対1に対応してます。バイト列があればユニコードコードポイントに変換できますし、逆にユニコードコードポイントがあればバイト列に変換もできます。でその対応表がこちらです。ユニコードスカラーバリューは、ここではユニコードコードポイントと大体同じだと思ってください。ちょっと細かい違いはあるんですが、ここでは割愛します。先ほど先頭の N ビットを見ることで文字のバイト数が分かる、1文字がどれぐらい長く続いているかっていうのが分かるっていうのをご説明したんですが、それに加えてユニコードコードポイント、ここではスカラーバリューって書いてますが、これがバイトの中に分割されて収まっています。例えば ASCII はそのままですね、7ビット分あるものを7ビット分のところに入れてます。で、上から2行目の2バイト文字の場合は、この YYY って書いてあるところを 1バイト目の110の後の余ったところに入れていて、2バイト目の XXX っていうところに残りのビットを詰め込んでます。同様に3バイト文字、4バイト文字の場合も長さを指定するビットの後にスカラーバリュー、コードポイントを意味する値を分割して入れてます。なのでここから、バイト列の
解 N ビットを見るとどんなコードポイントだったかっていうのが分かります。それを書いたのがこちらです。シフト演算していて結構見づらいんですが、こんな感じで、必要なところを切り出すことで元のコードポイントが得られます。CHR の場合は逆に実装することで得られます。で、最後に ASCII しか対応してなかったメソッドなんですが、これはストリングインスペクトです。もともと半角スペースより前か 7F、ASCII の最後ですね、7F より後の場合は、バイト列を文字に変換してから出力するっていうことをやってました。なので 7F とか E3 とかそんな数字が出ちゃってたんですが、そこを、7F 以上の文字もそのまま出力するっていう対応を入れて正しく出力されるようになりました。で、今の実装状況なんですが、695個のストリングのテストをパスしています。で、ストリングのメソッドのうち 80% は実装して UTF-8 に対応しています。さて、今後の課題ですが、まずサポートできてないメソッドの実装があります。CHR、append each character TR ですね。また、実機での確認ができてないのでそちらもしていきたいです。そして、PRK ファームウェアで UTF-8 もぜひ使えるようにしたいです。で、最後のところがちょっとくせ者で、UTF-8 ってインバリッドなバイト列があるんですね。先ほどの表にあるだけじゃなくてこの範囲だけでしか、符号化しちゃダメですっていう範囲があります。例えば ASCII1 バイトなんですけど、それを2バイトとか3バイトとかに符号化することもできちゃって、でそれは、セキュリティホールダーのリスクになるのでよろしくないです。でこの問題はスライドを書きながら気づいたんですけど、 UTF-8 として扱う場合に全てのストリングがインバリッドかバリッドかを確かめようと思うと今度はバイト列が入らなくなるんですよね。バイト列は00から FF まで全てのパターンが入らないといけないんですが UTF-8 では、入っちゃいけないパターンがあります。なのでこれエンコーディング作らないで実装してたんですけど UTF-8 とバイナリエラーチェックすると共存できないなっていうことにスライドを作っていて気づきました。やっぱり CSI 方式がいいのかなって思ってます。文字コードに詳しい方がいたらぜひ教えてください。よろしくお願いします。それはさておき、UTF-8 として扱えるようにするにはバイト列にどういった意味があるかっていうことを知って見ていくことで普通のバイト列を UTF-8 として解釈できるようになりました。ハッピーバイナリーハッキングありがとうございました。